皆さん、こんにちは。藤井です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるくお話ししていきます。はい、今日も皆さんと日本語を勉強していけたらと思うんですが、今日のテーマは、なぜ日本語を聞くことはできるのに話すことができないのかです。多分、これは言語を勉強する上で多くの人が悩むことだと思います。私は英語を勉強しているんですが、相手の言っていることは理解できるのに、いざ自分が話そうとすると言葉が出てこないっていう悩みをずっと抱えていました。でも、いろいろな方法を試す中で、今はそれなりに英語を話すことができるようになりました。皆さんの中で日本語を勉強しているときに、そういう悩みを持ったことがある人はいますか？多分、たくさんいるんじゃないかなと思います。今日のエピソードでは、どうして聞けるのに話せない状態になるのか、そしてどうしたら話すことができるようになるのかということについてお話ししていきます。私もそんなにペラッペラに英語が話せるわけではないので、偉そうなことは言えないんですが、少しでも皆さんの勉強の参考になればと思います。はい。まずね、どうして相手の言っていることは理解できるのに、いざ自分で話そうとすると話せなくなるのか。結論から言うと、考えないといけないことが多すぎるからです。皆さん、相手の話していることを聞くときは、相手の言っていることを理解するっていう作業をしていますよね。でも、話すときは、この作業が2つになるんです。相手の言ったことに対して答えを考えるっていう作業と、日本語の文章を組み立てるっていう2つの作業です。これを同時に行わないといけないんですよね。だから難しい。一つの作業でも大変なのに、二つもやれって言われたら大変ですよね。はい。聞く力と話す力はつながってはいるけど、別の能力なんですよね。この動画を見てくださっている皆さんは、多分、聞く力はもうある程度鍛えられていると思います。そして、聞くことができるっていうのは、話すことができる前の段階です。だから、皆さんはもうそこまで来ているんですよ。聞くことができない人は、話すことができません。赤ちゃんもそうですよね。まず、親とか周りの人の言っていることがわかるようになって、それから自分で話すことができるようになります。そして、どうやって話すことができるようになるかというと、たくさん周りの人の真似をして、たくさん練習して話すことができるようになります。何が必要かっていうと、やっぱり練習なんですよね。私はカナダのバンクーバーに留学していたことがあるんですが、その時に出会ったカナダ人に聞かれたことがあります。君は自分の英語が
上手だと思う？私は思いませんと答えました。そしたらその人は、俺も思わない。君の英語は下手くそだ。何が必要かわかる？練習だよって言われました。言われた時は、何この失礼な人と思って、すごくショックでした。私の英語が下手なことなんて分かってるし、わざわざ言わなくてもいいじゃんって思いました。でも、後から考えた時に、確かに今の私に足りないのは練習だなと思ったんですね。その時はカナダにいたので、英語で話す機会は自分でいくらでも作ることができました。だから私はたくさん練習しました。皆さんも練習してください。じゃあ、どうやって練習すればいいのというと、おすすめの方法があります。それは真似することです。日本語の音声を聞いて、それを真似してください。この動画でもいいし、ドラマのセリフでもいいです。これは使えそうだなというフレーズがあったら、声に出して真似してみましょう。そして自分がそのフレーズを使おうと思った時に、いつでも使えるように頭の中の引き出しに入れておきましょう。何度も何度も同じ動画、同じフレーズで練習してください。そのフレーズを自分のものにしてください。頭の中にたくさんストックを貯めるんです。ストックはたくさんあればあるほどいいです。そして次のステップです。次のステップはそのストックを引き出す作業です。実際に誰かと会話をするのでもいいですし、あとは独り言。いきなり人と話すのは緊張するっていう人は、頭の中で日本語で独り言を言うのがおすすめです。今日は天気がいいな。歯磨きしなきゃ。今日は運動したからよく眠れそうだなとか。普段自分の母国語で考えていることを日本語で考えてみてください。一人だったら声に出して言ってみてください。そして、わからない言葉があったら調べてみてください。これは本当に効果があります。続ければあなたのスピーキング力はどんどん上がっていくと思います。でも、それだけよりもやっぱり誰かと話すということをすると、もっと日本語を話す力は上がると思います。ハロートークとか、ミートアップとか、アプリを使ってもいいし、日本語教室に通うのもいいと思います。日本にいる人はね、いくらでも日本語を話す機会はあると思うので、学校とか職場とかでたくさん日本語を話してください。誰かと日本語を話したら、間違った日本語を使ってしまうかもしれません。緊張するかもしれません。自分の弱さと向き合うことになるかもしれません。でも、その弱さに向き合うことが大切なんです。反省して改善を繰り返してください。その先にペラペラと日本語を話すあなたがいます。あなたの日本語を聞いてバカにする人はほとんどいないと思います。
もしバカにする人がいたら、もうその人とは関わらなくていいです。あなたを褒めて自信を与えてくれる人と一緒にいてください。はい。そして最後にもう一つ重要なこと。それは続けることです。またカナダの話で申し訳ないんですけど、私がカナダ留学から帰ってきたのは2年半前ぐらいで、そこから日本での毎日に忙しくて、全く英語を使わなかったんですね。英語でドラマを見たりはしていましたけど、話すことは本当に全くしませんでした。そして、半年前ぐらいに会社でね、ある日、富士山英語を話せるでしょ？ちょっと対応してって言われて、外国人のお客さんと突然話さないといけなくなったことがあったんですね。そしたら全然話せなくて、すっかり英語を忘れていたんですね。やっぱり言葉は使わないとどんどん忘れていくんだなって実感しました。今はそこから英語を取り戻すためにいろいろやったので、英語力はだいぶ戻ってきたかなといった感じです。皆さんは私みたいにならないように継続してください。日本語のことわざに継続は力なりという言葉があります。小さなことでもコツコツ積み上げていけば、やがていい成果につながるという意味です。小さなことでもいいからやり続けることが重要です。皆さん一緒に頑張りましょう。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。よろしければチャンネル登録お願いします。